ようこそ、マイクロビットの世界へ。今回は、大学生のためのマイクロビット講座第1回として、IoT プロトタイピングの入門編をお届けします。この講座を通じて、単なるプログラミング学習だけでなく、実際に物を動かす楽しさと仕組みを学んでいきましょう。まず、IoT 時代におけるマイクロビットの役割についてお話しします。マイクロビットは、単なる教育用教材ではありません。小型、軽量でありながら高性能なプロセッサを積んだ、シングルボードコンピューターです。省電力で動作し、近年のトレンドである、エッジコンピューティングの要件も満たしています。IoT システム全体の中で見ると、物理世界の温度や動きといった現象を感知し、デジタルデータへ変換する、入り口の役割、つまりデバイス層としての重要な位置づけを担っています。こちらの図は、IoT システムの全体像を表したアーキテクチャです。左側にあるのが、モノデバイスの層です。マイクロビットはここで、センサーノードとしてデータを収集する役割を果たします。収集されたデータは、ネットワークを通じてクラウドへ送られ、最終的に右側のアプリケーション層で分析・可視化され、価値ある情報として活用されます。マイクロビットは、のシステムの最前線にある重要なデバイスなのです。マイクロビットの背景についても少し触れておきましょう。もともとは英国 BBC が IT 教育のために開発したもので、イギリスでは11から12歳の全児童に無償配布されました。日本でも小学校での必修化に伴い普及していますが、その信頼性の高さから、現在では大学の研究や企業のプロトタイピングツールとしても広く活用されています。つまり、入門から実務レベルまで応用が効くデバイスなのです。ハードウェアのスペックを見てみましょう。心臓部には、RDIC 社の高性能プロセッサを搭載しており、複雑な処理もスムーズに実行できます。また、通信機能として Bluetooth 5.1 を標準搭載しており、スマホやタブレットとの省電力通信が可能です。最新の V2.2 は、世界的な半導体事情に合わせて内部が最適化されていますが、機能やユーザー体験は V2 と同じですので安心してください。マイクロビットの大きな特徴は、最初から豊富なセンサーを内蔵している点です。動きや傾きを検知する、加速度センサー、方角を知る、地磁気センサー、そして温度計や LED ディスプレイ自体を光センサーとして使う機能も備わっています。これらを使えば、追加部品なしですぐに実験を始めることができます。本体の詳しいインターフェースを見てみましょう。表面には 5×5 の LED マトリクスがあり、文字やグラフを表示できます。左右にはプログラム可能な A、B ボタン、そして V2 からは 5 マーク自体がタッチセンサーになっています。さらに、マイクとスピーカーも内蔵されており、音を検知したりメロディーを鳴らしたりすることも、これ1台で完結します。そして、プロトタイピングにおいて最も重要なのが、本体下部にあるこの金色の端子、エッジコネクターです。ここには、2口クリップや専用の拡張ボードを接続できます。これによって、モーターを動かしたり、より精密な外部センサーをつないだりと、マイクロビット単体ではできない高度な制御が可能になります。コンピューターが動く基本的な仕組みをおさらいしましょう。外界の情報を感知する、インプット入力、その情報をどう扱うか CPU が判断する、コントロール処理、そして結果を光や音で返す、アウトプット出力。この入力処理出力のサイクルを理解することが、プログラミングの第一歩です。では、実際に始めるための準備です。ハードウェアとしては、マイクロビット本体と、PC 接続用のデータ通信可能なマイクロ USB ケーブルが必要です。ソフトウェア環境としては、PC とインターネット接続があれば OK です。ブラウザー上で開発できるため、特別なソフトのインストールは不要です。開発環境は大きく2つあります。一つは、メイクコード。ブロックを組み合わせるビジュアルプログラミングで、直感的にロジックを組めるため、初心者におすすめです。もう一つは、マイクロ Python。Python 言語を使ったテキストコーディングで、より高度な制御や産業界標準のスキルを身につけたい方向けです。今回は主に、メイクコードを使って説明します。
マイクロソフトが提供する Web ベースのエディターで、色分けされたブロックをパズルのようにドラッグ&ドロップしてプログラムを作ります。書いたプログラムの動きをすぐに確認できる設計になっており、試行錯誤しやすいのが特徴です。メイクコードの優れた点は、画面左側にある強力なシミュレーターです。手元に実機がなくても、画面上でボタンを押したり本体を振ったりする動作を再現でき、プログラムの挙動をリアルタイムに検証できます。バグ修正デバッグにも非常に役立ちます。それでは簡単なプログラム例を見てみましょう。まずは、出力の練習です。LED マトリクスにハートマークを表示させてみます。基本カテゴリーからアイコンを表示ブロックを選び、ハートの形を選択するだけです。自分でドットを塗りつぶしてオリジナルの形を作ることも可能です。プログラムを動かすための重要なブロックについても解説します。最初だけやずっとといったブロックは、プログラムがいつ実行されるかを決めるイベントハンドラーです。また、もしならという条件分岐ブロックを使えば、状況に応じた判断ロジックを組み込むことができます。次は、入力を使ったインタラクティブなプログラムです。ボタン A が押されたときというブロックを使います。これはユーザーのアクションをきっかけに動く、イベント駆動型のプログラムです。ボタン A を押したときだけ文字を表示させる、といった制御が可能になります。さらにセンサーを活用して、デジタルサイコロを作ってみましょう。加速度センサーを利用した、揺さぶられたときブロックをトリガーにします。その中に、1から6までの乱数を表示するブロックを入れれば、振るたびにランダムな数字が出るサイコロの完成です。それではメイクコードを体験してみましょう。最初にアドレスバー、こちらの方にですね、このようにメイクコードマイクロビット .org というふうに入力すると、この画面が表示されます。ここで新しくプロジェクトを追加していきます。例えば、またテスト、02とかそういうような形で名前をつけて、OK をするとこの画面になります。で、こちらがシミュレーターで、こちらがコマンドを選ぶ、バーになります。そして最初は、この最初だけとずっとというブロックが表示されます。で、こちらの方にですね、ブロックを入れていきます。例えば、文字列を表示。これですね。そうすると、シミュレーターで直ちにプログラムが変更されると、このような形で、Hello という文字が表示されます。ずっとというのは、この最初だけはブロックが実行された後に、これが永遠に実行されます。で、ここで例えばアイコンを表示、ハートですね。そしてこれで複製して、もう一個、こうして、ここで、例えばこういう形で表示すると、まずこう、ハローですね。そして、こちら、ハートマーク、にっこりマーク。これが永遠に続くというような形で、プログラムを作ることができます。で、他にもですね、例えば、ボタンを押したとき、をやってみましょう。例えば A ボタンを押したとき、これを削除してやって、コピーしてやって、ここで B ボタンを押したとき、そうすると、ハローの文字の後、イベントを待ちます。A ボタンを押すとハートマーク、B ボタンを押すとにっこりマークというような形で、プログラムを作ることができます。あとは、こちらですね。マイクロビットを接続している場合は、こちらでダウンロードボタンを押すと、マイクロビットの方にこのプログラムが転送され、実行されることになります。メイクコードでプログラムが完成したら、プログラムを PC よりマイクロビットに転送を行います。方法は2つあります。それぞれについて説明をしていきます。最初にマイクロビットと PC を接続します。
図のようにマイクロビットと PC を USB ケーブルで接続すると、エクスプローラーにマイクロビットがドライブとして認識され、マイクロビットの内容が表示されます。プログラムをマイクロビットに転送する一つ目の方法は、ファイルをドラッグ&ドロップする方法です。最初にメイクコードでプログラムを PC に保存します。そのファイルをマイクロビットのドライブにドラッグ&ドロップすると、マイクロビットの裏面の LED が点滅しマイクロビットにプログラムが転送されます。もう一つのプログラムの転送方法は、シミュレーターの下のダウンロードボタンを押すと自動的に転送が始まりマイクロビットの LED が点滅しプログラムが転送されます。ただし、初回のみペアリング接続設定が必要な場合がありますが、2回目以降はワンクリックで転送が完了します。プログラムの転送完了の確認方法は、こちらの方法を使っても同じです。転送中は、マイクロビット背面の LED ランプが点滅します。この点滅が終わり、点灯に変わるか、消灯すれば転送完了です。転送完了とともに、すぐにプログラムが動き出します。ブロックプログラミングに慣れてきたら、次のステップへ進みましょう。メイクコードエディター上部のスイッチを切り替えるだけで、ブロックで作ったプログラムを JavaScript や Python のコードに変換して表示できます。ブロックでロジックを理解してからコードを確認できるので、テキストコーディングへの移行が非常にスムーズになります。より本格的な開発には、マイクロ Python がおすすめです。Python はデータサイエンスや AI の分野で標準的に使われている言語です。マイクロビットで Python を学ぶことは、将来の実用的なスキル習得に直結します。専用エディターには入力保管機能もあり、初心者でも挫折せずにコードを書くことができます。外部の電子部品を制御する際の信号の違いについても触れておきます。エッジコネクターの端子ピンを使って制御を行いますが、信号にはデジタルとアナログがあります。デジタルは音かオフか0か1か、アナログは0から1023までの連続的な値を扱います。作りたいものに合わせて、これらを使い分ける必要があります。IoT に欠かせない通信についても整理しましょう。マイクロビット単体では、標準の無線通信のほか数メートル範囲の Bluetooth BLE が使えます。さらに拡張ボードを使えば、Wi-Fi でインターネットにつないだり、ローラモジュールを使って数キロメートル先へデータを送るような長距離通信も可能になります。まずは、標準の無線通信に慣れたら手軽な BLE から始めるのが良いでしょう。追加コストなしで無線通信ができ、バッテリー駆動のデバイスに最適です。例えば、センサーデータを BLE で飛ばし、ゲートウェイ経由でクラウドに送ってグラフ化するといった、基本的な IoT システムを構築できます。プロジェクトが本格化したら、広域通信へ拡張してみましょう。Y-Fi モジュールで Web API と連携させたり、ローラを使って都市全体をカバーするようなセンサーネットワークを作ることも、マイクロビットを核にしてプロトタイピング可能です。本日のまとめです。マイクロビットは、センサー入力、ロジック処理、アクチュエーター出力という IoT の基本サイクルを体験できる、強力なツールです。次回は、より複雑なセンサーとの連携や、変数を使ったアルゴリズム構築に挑戦していきましょう。ご視聴ありがとうございました。